炭治郎と羌外には一つだけ共通点がありました。それは命を懸けても譲れないものがあったことです。だからこの戦いはただ鬼を倒して終わる戦いではありませんでした。炭治郎が守ろうとしたもの、そして羌外が最後まで守り続けたもの。今回は立志編第13話、命より大事なものからそれを探してみます。第1章。まずは羌外から見ていきましょう。彼は人間だった頃に伝記小説を書いていました。しかし自分が書いた原稿は踏みつけられ、つまらないと否定されてしまいます。羌外にとってそれは大事にしていたものを否定された瞬間でした。鬼になった後もその思いは消えません。十二鬼月から外された後もマレ地の人間を食べて返り咲こうとしていました。羌外はただ強くなりたかったのでしょうか。それとも自分が大事にしていたものを最後まで守ろうとしていたのでしょうか。第2章。一方の炭治郎にも命を懸けて守りたいものがありました。それは禰豆子です。炭治郎は長男として家族を支えながら生きてきました。だから鬼になった禰豆子を見てもその思いは変わりません。炭治郎にとって禰豆子は大切な妹だったのです。第3章。戦いが終わった後、炭治郎は羌外にこう語りかけます。すごかった。でも人を殺したことは許さない。この一言には炭治郎らしさが現れていました。羌外が積み重ねてきた血気術を認めています。しかし人を殺したという事実まで認めたわけではありません。努力と罪は別のもの。炭治郎はその2つを分けて考えていたのです。その言葉を聞いた羌外は、そうか、と静かに答えました。否定され続けてきた羌外にとって血気術を認められたのは初めてのことだったのかもしれません。だからこそ最後に静かに涙を流したのでしょう。第4章。戦いが終わった後、炭治郎は清と照子を探し出し、外へ連れ出します。その時、炭治郎は血の匂いを感じ取りました。急いで外へ向かうと、玄関の引き戸は外側へ倒れ、庭ではイノシシの頭をかぶった男が善逸を蹴りつけています。それでも善逸は木箱を抱きしめたまま離しませんでした。そして炭治郎にこう話します。炭治郎、俺、守ったよ。お前が、これ、命より大事なものだって、言ってたから。善逸は傷だらけになりながらも木箱を守り抜きました。炭治郎が命より大事にしているものを自分も守りたい。その思いが善逸を最後まで立ち向かわせたのかもしれません。まとめ。立志編第13話は命より大事なもの。羌外は自分が信じ続けたものを守ろうとしました。炭治郎は大切な家族を守ろうとしました。そして善逸は炭治郎が命より大事にしているものを守り抜きました。命より大事なものは人それぞれ違います。だからこの話は鬼との戦いだけではなく、それぞれが命より大事なものと向き合った物語だったのかもしれません。このチャンネルはテレビアニメ「鬼滅の刃」から違和感と発見を掘り下げる動画を配信しています。毎週日曜10時に更新していますので、よろしかったら高評価とコメント、チャンネル登録をして、通知のベルマークを押して、次回の動画をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。